ハックション。もう、この季節になるとくしゃみが止まらないわ。今日は花粉がたくさん飛んでいるようね。今日は出かけるときにマスクしないといけないわ。マスクはどこだったかしら。何をゴソゴソしてるんだレイム。あらマリサ。今日は花粉がひどいからマスクを探しているのよ。確かに今日はいい天気だからな。花粉症の人にとっては、辛い季節になったな。もうマスクなしでは生きられないわ。そういえば、最近はマスクしている人も増えたな。確かに最近はマスクをしている人が多いわね。やっぱり、花粉症の人が増えたからじゃないかしら。日本でマスクをしている人が多いのは、日本人が忍者の末裔だからなのかもしれないんだぜ。また、突拍子もないことを言い始めるのね。そんなことはないんだぜ。私は日本人の多くがマスクをしている理由が、現代に忍者の末裔がいる証拠だと、考察しているんだぜ。面白そうな考察ね。ぜひ、聞かせてほしいわね。いいんだぜ。それでは、解説してあげるんだぜ。皆さん、こんにちは、こんばんは。ゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回の動画は、マスクをしている現代の日本人は忍者の末裔のテーマでお届けするぜ。あなたは、日本人の多くがマスクをしていることに、疑問を感じたことはありますか？実は、それは、レイムはマスクの起源って知ってるか？マスクの起源？知らないわ、そんなもの。レイムはマスクがいつ頃から、つけられるようになったか知ってるか？あまり、考えたこともないわね。呼吸器を保護するマスクの起源は、およそ1世紀まで遡るんだぜ。随分昔から使われてるのね。これはローマの鉱山で働く人々を、赤い酸化塩の塵から守るためのものだったんだ。働く人の健康のためだったのね。布製マスクの起源は、16世紀にレオナルド・ダ・ヴィンチが発明したと言われているぜ。あの有名なモナリザを描いた人ね。現在のマスクの原型が登場したのは、1836年にイギリスのジェフリーズという医師が、呼吸器疾患の人のための、レスピレーターとして開発したんだぜ。日本では天保7年で、まだ江戸時代だけど、まだ開発から200年ほどしか経っていないのね。そして、このレスピレーターが、1877年頃までに日本に入ってきたんだぜ。日本だと明治10年で、150年ほどの歴史しかないのね。日本での感染症予防のために、マスクをつけるようになったのは、明治時代の1900年頃からだったと言われ、日本では1918年大正7年に、スペイン風邪が流行した際の、感染予防のために、一般人もマスクをするようになったんだぜ。マスクの起源はおよそ1世紀なのに、現在のマスクの歴史は思ったよりも浅いのね。その後、マスクは徐々に普及し、1923年大正12年に、内山武史商店から発売された寿マスクが、商標登録品第1号に認定されたんだぜ。商標登録第1号なのが100年前なのね。マスクの改良も徐々に進み、金網をセルロイドに変えたものや、フィルター部分に、別鎮や比較などを使用したものが現れたんだぜ。別鎮って、確か、毛羽状の繊維が織り出された厚手の布地なんだっけ？そうだぜ、レイム。手触りが柔らかく、光沢があって、保温性に優れているのよね。そうだな、秋冬向けの素材として、カジュアルな衣服や帽子、スカジャン、衣装、小物などに幅広く使用されているぜ。マスクも色々な素材で作られているのね。昭和に入り、インフルエンザが再び猛威を振るった。
1934年、昭和9年に、マスクは大流行したぜ。やっぱり、感染症の脅威とマスクの流行は重なるのね。以後、インフルエンザが流行るたびに、マスクの出荷量も爆発的に増加したぜ。そして、枠のない布地だけのものや、1950年、昭和25年には、日本初のガーゼマスクが布に代わるマスクとして誕生し、マスクは次第にその形を変えていき、1973年、昭和48年に、不織布製プリーツ型の原型が、日本での生産、販売されるようになったんだぜ。今のガーゼマスクって50年くらいの歴史しかないのね。1980年代からの花粉症の流行も、それまでのインフルエンザ用途に加えて、一般家庭でのマスクの普及を促進させることとなり、立体マスクの登場など2000年以降、普及が促進されていったんだぜ。ああ、これが私がお世話になっているやつね。それ以来、日本人はマスクをする習慣が定着し、花粉症やインフルエンザなどの季節や、空気汚染やアレルギーなどの環境によって、マスクをする人が増えていったんだぜ。マスクをする日本人って、結構最近の話なのね。実は、そうでもないんだ。新型コロナウイルスの流行で、マスクをする人がさらに増えたのは確かなんだが、100年以上も前から、日本人はマスクをしている人が多いんだ。そうなの？20世紀前半、日本の統治下にあった、朝鮮半島の形状、現在のソウルでは、マスクをしている人は日本人と見られていたそうだ。昔から日本人の気質は変わらないのね。そもそも、日本人の多くがマスクをしているのは、周囲に迷惑をかけないようにしている理由もあるんだが、それだけではないんだ。日本ではマスクをする理由は人それぞれだが、風邪や花粉症などの症状を隠すため、顔の一部を隠して恥ずかしさや不安を和らげるため、メイクや肌荒れを隠すため、ファッションや個性を表現するため、暖かくするため、空気を清潔にするため、他人との距離を保つため、などが挙げられるぜ。確かに、これらの理由は合理的で納得できるわね。世界におけるマスクの着用率についてなんだが、日本ではマスクの着用率は約 80%。それ以外の国では約 10% という調査結果があるんだぜ。そんなにも着用率の差があるの？日本人はマスクをすることで、自分の感情や状態を隠したり、他人との関係を調整したりすることができると感じていて、日本人がマスクに対して、特別な感覚を持っていることを示しているんだぜ。では、なぜこれほどまでに、日本ではマスクをしている人が多いの？実は、これこそが、今なお忍者が存在し続けている証拠であり、日本人は忍者の末裔ではないかと、考察しているんだぜ。そういえば、この動画って忍者の考察だったわね。ここで、なぜ日本人の多くがマスクをしていることが、忍者が存在している証拠となるのか？そして、マスクをする日本人が、忍者の末裔と考えられるのか？次は、マスクと忍者についての考察について、話していこうと思うぜ。早く聞かせてほしいわ。日本人はマスクをすることで、自分の感情や状態を隠したり、他人との関係を調整したりすることが、できると感じていることは、忍者の心理とも共通するものなんだ。確かに、忍者は自分の正体を隠さなければならないもんね。忍者は、自分の正体や目的を隠すため、さらに、敵や味方との関係を操るために、マスクや仮面を使ってたんだぜ。忍者のイメージって顔を隠した姿を想像するもんね。忍者は、マスクや仮面を使って、自分の存在を消したり、変えたりすることができたんだぜ。隠密行動をするために、とても便利だったのね。忍者は、自分の存在や能力や目的を、隠すことが重要だと考えて、様々な方法を用いていたんだ。
他の人に気づかれないようにしていたのね。忍者は、マスクをすることで、顔の特徴、傷跡、表情、感情を隠し、敵に正体や心理を読まれないようにしていたんだ。まあ、忍者のイメージそのままだわ。現代では、あの白いマスクをすることで、正体を隠すことに成功しているんだ。確かに、マスクをしている人って誰かわかりにくいわね。でもね、マリサ、一つ疑問があるんだけど、マスクをしている人がいたら、その人が忍者だってバレちゃうんじゃない？いいところに気がついたな、レイム。ここで、忍者が行ってきた策略が考えられるんだ。忍者が行ってきた策略？気を隠すなら森の中、ということわざは知ってるか？とても大事な木を森の中に隠すことで、隠したい木を目立たなくさせるという意味でしょ？その通りだよ、レイム。忍者は、自分の姿を周囲の環境に溶け込ませることで、目立たなくする必要があったんだ。そこで、日本人の多くが、いつでもマスクをする状況を作り出したんだ。確かに、周りの人がマスクをしていれば、自分だけがマスクをしているってことにはならないわね。人に迷惑をかけるのを嫌い、周りの状況に流されやすい日本人の特性に、うまく影響を与え、感染予防のためにマスクをつけるという習慣を、日本全国に広げることに成功したんだ。まさか、そんなことってあり得るのかしら？もしかしたら、マスクを普及させるための策略として、杉の花粉が利用されたかもしれないんだ。なんて迷惑な策略なの。マスクを普及させるためには、手っ取り早い対策だからな。花粉のせいで、私はどんなに苦しめられてるか。そうして忍者は、自分の姿を周囲の人々に紛れ込ませることで、正体を見破られないようにしているんだ。私も花粉症対策でマスクをしているけど、忍者の策略にまんまとはめられていたなんて。20世紀前半の形状、現在のソウル、での、マスクをしている人は日本人であると、認識されていた話だって、日本以外の国での忍者による諜報活動が、行われていた結果であると考えられるんだ。言われてみれば、そうかもしれないわね。忍者の策略でマスクをする人が多いからこそ、日本人のマスク着用率は他の国と比べて、格段に多い状況が生まれ、これこそが現代にも忍者が、存在している証拠として考えられるんだ。なるほど、確かにその考察を聞いたら、他国とのマスク着用率についての話も納得だわ。そうだろ？レイム。それに、マスクが日本で普及した理由が、忍者の策略であったにせよ、なかったにせよ。これほどまでに日本人がマスクをするのは、忍者の特性でもある感情や状態を隠す心理を、受け継いでいるからに他ならないんだ。日本人はシャイな人が多いもんね。これも忍者の特性を受け継いでいるのかな？だから、マスクをする日本人は本人は知らなくても、忍者の血を引いており、忍者の末裔なんじゃないかと考察しているんだぜ。それなら、私も忍者の血を引いているのかしら？それにしても、現代に忍者がいるなんてね。現代にも忍者がいるかもしれないなんて、ロマンのある話じゃないか。身近に忍者がいるかもしれないなんて、ワクワクするわね。今回の考察はいかがだったかな？とても楽しかったわ。説得力はあったかな？納得する部分もあったわね。忍者は、日本の歴史において、様々な時代や地域で活躍してきたんだ。戦国時代には、戦闘、暗殺、スパイなどの任務をこなし、江戸時代には、幕府や藩、商人などの依頼を受けて、情報収集や交渉、工作などの活動を行い、明治時代には、政府、革命家、外国人などの間で、暗躍や暗殺、情報などの役割を果たし、大正、昭和時代には、軍や警察、政治家や経済界などの中で、工作、暗号、暗殺などの業務を担い、平成、令和時代には、
政治や経済、社会や文化などの分野で、影響力や権力や財力を持つ、人物や組織と関わっているんだ。忍者は、日本の歴史において、常に時代の流れに適応し、変化し続けて、現代にも生き残ってきたのね。現代の忍者は日本のみならず、世界各地で活動しているんだ。マスクをしている日本人を見かけたら、もしかしたら、それは、当チャンネルでは、これからも、忍者に関する様々な考察をお届けしたいと思います。この動画が面白いと思った方、忍者のことをもっと知りたいと思った方は、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画をお待ちください。